日本語耳ポッドキャストへようこそ。マリエです。皆さん、ソバーキュリアスって知ってますか？日本語耳ポッドキャスト。このポッドキャストでは皆さんの耳を日本語耳にするためにいろいろなことを自然なスピードの自然な日本語で話していきます。今日は若者の酒離れについて話します。トランスクリプトと英語の訳はウェブサイトから無料で見ることができます。単語リストや文法の解説がついているリスニングマスタリーパックもサイトから購入することができるので、ぜひチェックしてみてください。さて、今日のテーマは若者の酒離れです。最近よく若者の〇〇離れって言うと思うんですけど、車離れとかテレビ離れとか聞いたことがあるかもしれません。今日はその中でも特に話題になっている酒離れについて、そしてその奥にある日本社会そのものの変化について話してみたいと思います。昭和から平成初期にかけて、日本では飲みニケーションという言葉がありました。聞いたことありますか？お酒を飲むの飲むとコミュニケーションをくっつけた造語なんですけど、これは単なる遊びではなくて、会社員にとって飲み会はもう仕事の延長だったぐらい大切なものでした。上司から今日行くぞって言われたら、もうそれはね、命令みたいなもので、行かないっていうチョイスはないですね。絶対に行かなきゃいけないっていう感じです。そしてみんなで居酒屋に行って席に着いたら、とりあえず生でって言って、生ビールが全員分自動的に注文されます。飲めるかどうかっていうのは、関係なくて、とにかく飲まなきゃいけないという、感じでした。しかも当時の飲み会って、1次会で終わることはまずなくて、2次会でじゃあもう一軒別の居酒屋に行って、3次会はカラオケで、そして終電を逃して朝までしょうがないからファミレスに行ったりとか、満喫に行ったりとか、タクシーで頑張って帰るとか、そういうことは当たり前でした。学生の飲み会とかだったら一気コールっていうのもありましたね。一気コールっていうのは、一気飲みを盛り上げる時の掛け声、一気とか言って、いう掛け声なんですけど、特に学生の飲み会では、絶対にありました。今の感覚で聞くと、それってちょっとダメじゃないのって思うかもしれないし、完全にダメなんですけど、でも当時はそれが大切なコミュニケーションの一つとして、受け取られていて、良しとされていました。私は28歳まで日本に住んでいたんですけど、やっぱり数えきれないぐらい飲み会に行きました。学生時代の時も、会社員の時も、たくさん飲み会に行って、そしてやっぱりとりあえずビールだったし、一気コールっていうのもありました。こういう飲みニケーションには、いい面もあったと思います。日本の会社って、もちろんちょっと有名なことなんですけど、職場の上下関係がかなり厳しいですよね。で、これは日系の会社はもちろん、外資でも私の個人的な経験ではかなりその上下関係が厳しいと感じました。上司に対して本音を言うなんて普段はなかなかできないわけですね。でも、飲みの場では少しだけその壁が、そのハードルが下がるんですね。お酒の力もあって、少し上下関係が緩くなるので、そこで距離を縮めることができた。そういう感じだったんです。だから人間関係を深める上では、お酒を飲むことが、大切な機能を果たしていたと思います。でもね、もちろん、お酒が弱い人とか、体質的に飲めない人、あとは別にお酒を飲みたくない人、そういう人たちにとって飲みニケーションっていうのは、楽しくない、どちらかと言ったら辛いコミュニケーションだったと思います。日本のアルコール消費量がピークだったのは1996年です。そこからずっと現在も下がり続けています。厚生労働省のサイトで発表されていた2024年に行われた調査を見ると、どのぐらいの頻度でお酒を飲みますかという質問に対して、全くお酒を飲まないと答えた人が20代から60代男性ではそれぞれ 18% から 27%。
20代から60代の女性は、それぞれ 24% から 46% が、全くお酒を飲まないと、そういうふうに答えていました。ということは、日本人の成人の半数はお酒を飲んでいないということになります。このようにアルコールの消費量っていうのがすごく下がってきている中で、逆にその影響もあって、ノンアルコール飲料の市場は2009年から比べると6倍に成長しています。大手居酒屋チェーンでは、ドリンクメニューの中身を大幅に変えて、ノンアルコールの選択肢をどんどん増やしています。実は日本人の約 60% はアルコールを分解できる体質を持っていると言われているそうなんですけど、飲めないから飲まないんじゃないんですよね。今は飲めるのに、あえて飲まない、そういう選択をする人が増えてきているんです。では、なぜあえて飲まないのか。その理由としてよく言われていることを、今日はいくつか紹介したいと思います。まず一つ目。タイパ思考。皆さん、タイパって聞いたことありますか？タイムパフォーマンスの略で、時間をどれだけ効率的に使えるかという考え方です。前に世代の違いについてのエピソードでも少しお話ししていたんですけど、今の若い世代にとってこのタイパっていうのがすごく重要な価値観になってきているんです。仕事や学校が終わった後の時間というのは、ものすごく貴重な時間で、YouTube、SNS、ゲーム、推し活、やりたいことがたくさんあるんですよね、みんな。その限られた時間の中で、お酒を飲んで酔っ払ってるっていうのはタイパが悪い。酔っている時間っていうのは生産的じゃないし、むしろ翌日にも影響してくるし、だからタイパが悪いと考える人が多くなってきています。しかも今の生活ってほぼ全部スマートフォンとつながっているじゃないですか。酔っ払っていたらちゃんと画面操作ができなくなったり、酔った勢いで LINE を送って翌朝後悔するみたいなことが起こる。そういうことを嫌がる人も増えているようです。スマートフォンでお酒飲まなくなるのって思うかもしれないんですけども、私たちの生活の決定権っていうのは意外にもこのスマホに握られていることが多いようなんです。一つちょっと面白い例があってですね、アメリカでコンビニ大手のセブンイレブンがドーナツ市場に参入して失敗したことがあるんですね。アメリカでは朝出勤時にコーヒーとドーナツを買って食べながら出勤する人っていうのがたくさんいたので、それをイメージして左手にコーヒー、右手にドーナツっていうのを狙った戦略を立てたみたいなんですけど、それが見事に失敗してしまったそうなんです。その失敗した理由だって言われているのが、左手にコーヒーでしょ？そうで、右手にはすでにスマホが握られていたから。だから、右手にドーナツっていうのが消費者に受けなかったらしいんです。日本でも指が汚れてスマホを触りにくいからってポテトチップスをお箸で食べるっていう人もいるし、お菓子そのものの人気が落ちてしまったっていう話もあります。もうスマホを快適に使えるかどうかっていうことが本当に生活のあらゆることに影響してきているんですね。なのでお酒も同じで、スマートフォンという史上最強のライバルに今ちょっとお酒が負けつつあるようです。そしてもう一つスマホ関係では SNS の時代になってお酒のリスクが上がったとも言われています。昔は酔っ払って失敗した話って飲み会の翌日の笑い話で済んでいましたよね。皆さんもありますか？酔っ払って失敗した話。私はたくさんありますけれども、今の時代、酔った姿がスマホで撮影されて残るし、もしかしてそれがSNS に上がるかもしれないし、そうなってくると、特に若い世代にとっては、お酒が楽しいものじゃなくて、ちょっとリスクが高いものになってしまったという説もあります。二つ目の理由は、お金の使い方の変化です。日本の経済はですね、ご存知の通り、なかなか回復していないわけなんですけど、その中で若い世代は限られたお金をどう使うか、っていうことをすごくシビアに考えてるみたいです。飲み会に5000円使うよりも推しのグッズを買いたいとか、カフェに行きたいとか、旅行するために貯金したいとか、今までお酒に使われていたようなお金が自分のアイデンティティや
もっと有意義だと思われる体験にどんどん流れていっているんですね。だからタイパだけでなくコスパも、考える人が増えてきています。3つ目は健康への意識。これは世界的なトレンドでもあると思いますけど、アルコールは健康に良くないっていうのは、だいぶもう認識が広がってきているものですよね。sober curious という言葉が世界中でも広がっているかと思いますが、日本でもカタカナで sober curious と言って、お酒を飲めるけど、あえて飲みませんという、新しいライフスタイルになっています。日本の東京渋谷にはアサヒビールが作ったスマドリバーっていうお店があるんですけど、ここはアルコールを飲む人も飲まない人も一緒に楽しめるっていうコンセプトのバーです。このバーではアルコール分が 0%、0.5%、3% の100種類以上のドリンクを提供していて、一人一人が自分の体質やその日の気分に合わせてお酒やノンアルコールドリンクをスマートに選択して楽しむことができるそうです。大手ビールメーカーがお酒を飲まなくてもいいバーというのを作った。これが2020年代の日本です。そして4つ目。周りの圧力からの解放。日本の社会では空気を読むという文化がありますけれども、そこから来ているのか、飲み会ではですね、みんなと同じものを注文するっていうのが、一般的でした。このエピソードの最初の方でお話しした、とりあえず生というのは、まさにその象徴だったと思うんですけど、全員が同じビールを持って乾杯する。そこに個人の好みは存在しない。ね、そんなような感じでした。でも今の若い世代は、みんな違ってみんないいという価値観を強く持っている多様性の世代です。だから上司が部下にお酒を強要すれば、それはアルコールハラスメントとして問題になるようになりました。昔は当たり前として受け入れられていたことがどんどん変わっていっているんですね。先ほども少し話しましたが、居酒屋のメニューを見てもこの変化はすごくわかりやすいです。昔の居酒屋っていうのはソフトドリンクのメニューはウーロン茶とオレンジジュースぐらいだった。ね。しかもメニューの端っこにちょこっと書いてあるだけでした。でも今はノンアルコールカクテルとか、クラフトコーラとかプレミアムなんとかなんとかみたいなね、そういうアルコールが入ってない、または少ししか入ってないような、そのようなドリンクの選択肢が爆発的に増えています。今の日本の若い世代が居酒屋に求めているのは、お酒よりも体験なんだそうです。美味しい料理、おしゃれな空間、友達との会話、そして SNS 映えする見た目。ね、その体験に、お酒は必須ではない。あってもなくてもいいわけです。若者の酒離れっていうと、なんだかネガティブに聞こえますよね。でも、もしかしたら、お酒から離れたというよりは、自分が好きなように選べるようになったっていうことかもしれません。昭和、平成時代は飲まないっていう選択肢がそもそもなかったわけで、令和の今、やっとそれが一つの選択肢として社会的に認められるようになりました。このお酒を飲む人が減っているという流れは日本だけではないんですけど、でもこの日本のケースが特に面白いなと思うのは、単に健康志向で飲まなくなったというわけではなくて、職場の文化や上下関係、そして周りからの圧力、そういう少し日本特有のものと全部つながっているという点です。とりあえず生からそれぞれ好きなものへ。たかが飲み物何を注文するかっていう話なんですけど、その変化の裏には日本社会全体が少しずつ、でも着実に個人の選択を尊重する方向に動いているという、すごく大きな話が隠れているようにも思います。皆さん、もし今度日本の居酒屋に行くことがあったら、ちょっと周りを見渡してみてください。きっとビールもあるし、日本酒もあるし、でも、綺麗な色のモクテルとか、すごくおしゃれになっているジンジャーエールとかっていうのもあると思います。そのグラスの中身が何であれ、みんなが笑っていれば、それが今の日本の乾杯なんですね。さて、
今日は若者の酒離れについて話しましたが、どうでしたか？こんな話を今日している私はですね、全然ソバーキュリウスじゃなくて、毎日お酒を飲んでしまうぐらいお酒が実は好きです。少しはね、今の若い世代を見習って休館日を作らなきゃいけないなと、思っているところです。皆さんはどうですか？お酒が好きですか？それともお酒を飲まない派ですか？コメントお待ちしています。日本語耳は YouTube、Spotify、Apple Podcast で見たり聞いたりすることができます。そしていつも皆さんコメントありがとうございます。もしこのポッドキャストが、面白いな、役に立つなと思ったら、ぜひいいねとレビューをお願いいたします。日本語耳ポッドキャストは毎週木曜日の更新です。じゃあまた来週。じゃあね。